RC 統合、ようやくできた。これね、やりたかったんですよ、僕いつも動画見てて。ようやくできた念願の、もうこれだけでまず僕今日帰ります。僕はありがとうございました。そういうわけじゃなくてね、まず紹介なんですけど、私ドスログと言います。レブディの高弘です。レブディの高弘君、ついにやってまいりましたね。来ちゃいました、RC 統合さん。はい、ありがとうございます。でね、知らない人のためにちょっと説明したいんですけども、高弘君っていうのはレブディでプロモーションがメインの方だね。まあそうですね、広報とか、あとはそういうメカとか、そういう系の開発を自分がメインで、あとはなんかパッケージングのデザインを自分ともう一人ジュンジュンっていうのが、都築さんっていうのがいるんですけど、それでこう箱のデザインとか、そういうのをやったりとかしてます。実はすごいんですよ。もうトークとラジコンの商品知識がもうめちゃくちゃすごくてちょっとね、もう少し分かりやすい例えで言うと、ホストクラブありますよね。ホストクラブで女のツボを全部知ってるような感じのナンバーワンホスト。そう言っていただいても間違いはないかなと思いますよ。今日ね、ちょっとね、紹介してほしいものがあるんですけれども、かなりもう噂にはなってるんですが、こちらですね、新型のドリフト用ジャイロレボックスです。こちらね、こちらですね。今回これで東郷さんに来ていろいろお客さんに体験してもらったりとか、でその辺の走行アドバイスだったりとか、そういうのを今やらせてもらうために今日は来ました。本当にありがとうございます。こちらこそ。僕もいろんなところ、例えばバネとか、そういうライトな価格のものは本当に自信持っていいですよっていうふうに言って買ってくださいになるんですけど、やっぱりこういう1万円クラスのものってどうしてもいろいろ限られてる範囲の中で皆さんやってるんで、買って失敗したなっていうのになるべくなってほしくないので、無駄なやっぱり買い物はね避けてほしいんで、特にこういう価格のある程度のものは重点的にいろいろ回って皆さんに試して納得していただいた上で買ってもらうようにはしてます。じゃあ早速なんですけども、このジャイロのセールスポイントみたいなところをね、ちょっとお聞きしたいんですけど。そうです。まず一つは簡単にいろいろモードが切り替えられるっていうのと、あとその新機能としてカーブっていうのをやっていて、ちょっとこれ話が若干長くなるんですけど、基本的にはジャイロの原因って高く設定した方が当然スピンはしづらくなる。なので例えばこう振り出してギアを止めたいなっていうんだったらジャイロの原因を上げるっていう状態になるんですけど、そこで一つデメリットが発生してしまって、何かっていうとずっと安定するんですけど巻かなくなって、要はドリフトで旋回できなくなってしまう。でそこを今回ジャイロカーブっていうのがあって、それをどういうのかっていうと、例えば数値を高くしていくと、そのスッて止めた時のその止まる角度がだんだんこう手前から止まるようになって、例えばカーブが低いと思いっきり振れるし、逆に自分が走っててちょっとすっぽ抜けちゃうなって時はカーブを上げていくとそこの抑制が強くなって止める。ただ結局ジャイロのゲインただ上げてるわけじゃないので、例えばゲインが70で70の巻きだとしたら、止めるときは例えばカーブで止めて、そこから先はゲイン70の巻き方をするっていうで、その辺って人それぞれ自分のカウンター当てるタイミングって違うんで、その辺をプリセットで6段階調整できるようになって、自分の好みを探ってくださいっていう。あとはなんか例えば小さいコースなんかだとなるべくこうリアがこう流れて旋回した方がいいんで、カーブは低い方がいいし、でそこでいきなり大きいコースに行って同じセッティングだともうプリンプリンでこうリア抜けちゃうんで、ただセッティングいじると例えばそれぞれ皆さんメインコースってあると思うんです、ホームコースが。でそこでセッティング出して他のところ行ってまた変えて戻ってきたらダメになっちゃうっていうのがあるんで、そこをカーブの調整だけで変えれば後ですぐ必ず元に戻せるんで、その辺が売りですね。簡単に変えられて劇的に変わるっていう。僕はこれいいなと思ったのは、ボタンが1個しかついてないですよね。そうですね。ボタンが1個でそれをポチポチ押すだけで設定が変えれるっていう風なんで、そうですね。はっきり言ってこれだと迷わないっていうのが正直僕あると思うんですよ。そうですね。やっぱり説明書とかで複雑にするのも悪いことではないし、本当にハイエンドのジャイロってすごくいいんですけど、やっぱりその全員が全員セッティングができるかというとそうでもないので、その辺で一番細かくは調整できないけど確実に必要なところを抑えた6段階の設定になってるんで、迷うことはあまりないかなっていう。本当にね、この皆さんもね、ぜひともねこれ一回ね試してもらいたいですね。ぜひ。僕は買います。僕は買います。ぜひお願いします。はい、じゃあね、素晴らしい説明皆さん分かったと思うんですけども、分かっていただけたでしょうか。実際にね、じゃあこれから、高弘大先生に実技の方を見せていただきたいなというふうに思ってます。見せちゃいますよ。もういろいろ見せちゃいますからじゃあね、これからねやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、頑張りたいと思います。じゃあまずですね、ジャイロの方は、1から6なんですけど、とりあえずね、大体皆さん人気なのが3番から5番ぐらいなので、映像で分かりやすいようにまず最初3番で僕走るので、
でその後に5番に切り替えてこう走りがどう変わるのかっていうのが、まあ、分かっていただけると、まあ、非常に映像としても見やすいかなとは思います。これが完成するとラーメンを運ぶんですよね。見てますよいしょ。まず3番ですね。はい、基本的に操作で変えちゃ意味がないんで、まあ、3番で走ってその操作となるべく同じ状態で番号だけ変えるとこういう風に変わるよっていう風に見せていきたいと思います。はい、まあ、割とこの3番とか2番1番っていうのは、まあ、自分でこう操作してカウンターを当てていく感じで、まあ、こうクイックな動きとかを見せたい、こういうスパンっていう向きを変えたいときは、まあ、こういう3番とか、まあ、低い番手の方がいいですね。でもまあその辺も基本的には人によってやっぱ好みが違うんで、まあ、僕はだいたい3番から4番あたりを使うんですけど、まあ、ドライバーによっては本当に1番がいいって人もいれば人それぞれなんですけど、まあ、こう向きをスパスパって変えたい時はですね、まあ、今これが3番ですね。で今ここから番号を5番まで変えてどうなるのかっていうのを同じような操作でやりたいと思います。でこれカーブの上げ方もすごく簡単で、まあ、1個ずつ上げるか下げるかなんですけど、例えばカーブを3番から4とか上げたいときは赤いスイッチを2回ちょんちょんって押すと1個上がります。で今何番かなって見るのは青い LED が何回光ってるかで、まあ、番号を確認するんですけど、で今2回押して1個上げてさらにもう1回2回押して今5番になると、まあ、今ちょっと映像だとこれだと分かりづらいんですけど、今 LED が12345って光ってるんで今5番になりました。でジャイロの原因とかそういうのも何にも変えてないんで、もう単純にカーブだけ変えた状態ですね。でもね、もう体験された方とかも分かると思うんですけど、もうこのピシッてすぐリアがこうグリップ回復するようなこういう動きになるのが多分分かると思うんですけど、同じような操作するともうこういう姿勢制御が速くて立ち上がりとかもしやすいし、ただ同じ振りするともうこのぐらいで止まるんですよ。極端に言うとさっきは振り抜いてたんですけど、もうそのリアを止めるタイミングが速くなるんで、立ち上がりの安定感とかこういうところも割とこうすぐ加速体勢に持ってきやすいですね。なので例えばなんか追走とかそういう安定感が欲しい人なんかはカーブを高く設定した方がいいし、例えば単走で見せたい走りをしたいんだったらカーブは下げていった方がいいし、その辺はなんか単走と追走でマシンの設定を変えなくてもジャイロのフィーリングだけで変えられるっていうのも、このジャイロの良さかなと思います。多分映像的にも同じ操作してこんだけ変われば多分見た目的にも分かりやすいと思います。あとはあれですね、ドスログさんの編集次第かなと思いますこういう風にね違いが、今この映像で今5番にしたんで、もう一回例えば3番とかに変えて、じゃああれですね、じゃあ今これ5番なんで4番に1個落とした状態で1個変えたらどうなるかっていうのもちょっとやってみましょうか。じゃあ今番号5番なんで1個下げた状態にします。今が LED4 回点滅なんで、4番ですね。今このマシン自体は体験走行用に作った、割と、皆さんがこう扱いやすいような感じのマシンに仕上げてるんですけど、今ねこの車1台を使っていろいろ全国で体験走行等を行ってます。もうねああやって3発振るところから正直違くて、映像的にどこまで分かるかはちょっと分からないんですけど、やってるドライバー本人はめちゃくちゃ違いが分かります。多分同じ操作してた時に5番よりも角度がついて振りのキレも出てると思うんですよ。で今これ4番僕が使ってるんですけど、各サーボ、例えば KO さんとかあと三和さんとかのドリフトスペックサーボ
とかでいろいろ試してみてる感じは4番がまあ一番人気ですね。ちゃんとカーブが効いて立ち上がりもしやすいし、振りの角度そういうところもちゃんと出せるんで、まあ、4番あたりが一番人気ですね。ここもさっきの5番よりはキレもやっぱり角度もついてると思うんで、まあ、1個変えて同じ走りをすると、まあ、こういう感じの走りの違いがなります。まあ、以上がですね、今3番から5番に行って、でその違いを大きく見てもらった後に1個違ってもこんだけ変わるんだよっていうところを走りで見せてみました。はい、実写のドリフトの方でもかなりゴリゴリやっているテクニカルラボの三浦さんっていうね、口が達者な人です。ああ、びっくりした。まあまあまあ、あながちですけどね。はいはい、ありがとうございます。もう今日はですね、高弘さんに会えるということだったので、出したので、はい、お土産持ってきて。マジっすか。ありがとうございます。ありがとうございます。しかも、おむつ、もう超助かります。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ください。皆さん、今高弘が一番欲しいのはおむつですよ。よろしくお願いします。ここまで送ってください。M サイズで、はい。今一番欲しいものです。これのお返しだったんですね。前にね、サンタさんにいただいたので、クリスマスイベントの時ですそうよね。ですね。はい、ありがとうございます。大切にします。神棚に飾ってあります。じゃあね、本題に行きましょう。あ、そうですね。こっちが本題じゃなかったんですか、さっきのお話が。じゃあね、ジャイロ使ってもらったんですけども、忖度のないご意見の方をいただきたいなと。忖度なしで。普段は横もさんの V4 を使わさせていただいてて、今日レボックス初めて使わさせてもらったんですけど、3段階使わさせてもらって、私個人的には4番がすごく使いやすかった。一番人気の4番ですね。はい、そうですね。はい、とても使いやすくて、その初期の切れ方だとか、残り方とか、立ち上がりの感じがすごく良かったので、僕はもうこの足で予約しに行こうと思ってます。何個ですか？もちろん100個ぐらいでいいんですよね。皆さんこれ動画に映ってますからね、もう。はい。今のところカットでもいいですかね。今日の体験ありがとうございます。じゃあ次、最近よくドスログ YouTube に出てくる千原くんです。最近のね、生贄なんですけどね。僕見てますよ。実際使ってみた感想の方をね、聞かせていただけませんか？僕の場合は2番3番かな、がやっぱり手の介入がすごいやりやすくて、調子よかったですね。なんかケツ進入とかもやるときも自分の手でガバッとこう切って、車の方向が変わってくれるんですごいやりやすかったです。で逆に高いやつだと結構介入が速くて、こう後ろから走るこう浅角で走る分には高い数値でやった方がやりやすいのかなっていうのは思いました。なんで使い分けてやるのもいいのかなと。そうです。狙い通りでございます。今日追うときは本当4番ぐらいの方が楽ちんだなと思った。自分が前走るんだったら2番とか3番で自分の走らせ方した方が楽しいな。はい、次ね、小泉さんは吉羽隼人君が初めてここに来た時に僕のトラック乗ってくださいってまあ印象に残ってると思いますよ、隼人の印象にもだいぶ。まずね、僕が良かったなと思ったら4と5の間、4.5、それはね、若干手で操作できるのが残るのがそういう範囲。5だとちょっと安定しすぎて、4だとちょっと早いかなっていうところがあって、でもそこはさっきアドバイスで原因調整とかでもできるっていうのがあるので、結構選択肢も広がるのかなっていうのは思いましたね。本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあコメントもねすごくいただいたんで、そうですよね。ありがたいですね。で今ね予約を受け付けている段階なんですけれども、かなりの反響があるみたいなので、めちゃくちゃ注文が入ってるらしいですよね。そうなんですよ、おかげさまですいません。なので本当に迷ってる方はもう今すぐ注文の方を入れた方がいいと思います。そうですね。一応また次のやつっていうのももちろん作る予定っていうか作ってるんですけど、もう本当に正直っていうぐらいのオーダー数なので、もう確実に発売初日に買いたい人はもう絶対予約していただいた方がいいかなとは思います。皆さん分かりましたでしょうか。これ全然煽るとかじゃなくてガチなことなんで、皆さんよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、じゃあね、今後ともねラジオ界を引っ張っていくレイリーさんのね商品なんでもう外れはないです。はい、間違いないと思います。お願いします。ぜひともよろしくお願いします。ありがとうございます。また来ます。